皆さん、今週もお疲れ様です。マロです。私は長い間休職をしていて、ブランクも長かったのですが、8月から派遣としてお仕事を始めました。今年27歳で、年齢のことを考えると、もっと早く動けていたらなーって思うこともあります。でも私はもう働けないんじゃないかって怖くて、求人サイトを開くことすらできなかった時もあったので、今は自分ちょっと頑張ったよねって今までの経験や弱い自分を含めて受け止めて、少し褒めてあげたいって気持ちになったりもします。だけど前の職場で体調を崩して2回休職しているって経験があるので、今度はちゃんとやっていけるかなっていう不安もあって、今週は毎日評価されているような気持ちで仕事をしていた気がします。仕事できるようになるのかなって不安になったり、こうすべきだったかもとか、人の目を気にして考えすぎたり、環境が変わったことでいつもより周りから刺激を多く受け取っていた気がします。皆さんは最近どんな日々を過ごしていますか？今日はいつものラジオと少しテイストを変えて、もう少し緩めに砕けた感じで皆さんとお話できたら嬉しいなって思っています。こういうラジオをやってみたいなって思ったきっかけがあったんですけど、ここで話すと少し長くなってしまいそうなので、後半でお話しさせてください。今日は長い休職を経て働き始めて、1週間の中で芽生えた不安や感じたことをのんびりお話ししてみようと思います。長いこと休職していて、そこからバイトを経て転職し、今日8月7日は働き始めて5日目です。8月3日が初日だったんですけど、意外と緊張していなくて、なんか大丈夫かもしれないって思えている自分がいて、前と同じことは繰り返さないかもって期待と嬉しさを感じていたんです。会社の方に挨拶して、引き継ぐ作業の会議に参加して、環境を整えて、1日目は安心した気持ちで家に帰ることができました。でも夜になってから急に引き継ぐ作業について全然わからないってことが心配になってきて、心がそわそわし始めたんです。手順書を見ても当たり前だけどわからないことがたくさんあって、誰を頼ればいいんだろう、自分にできるかなって不安になって、3日目とかはリモートワークをしながら質問できる人を探しながら作業をしていて、こんな風に聞いたら感じ悪くないかなとか、どう思われてるかな、大丈夫かなっ
て気持ちでチームの方に連絡を取っていて、帰り際上司の方が忙しそうで、確認したかったことをうまく聞けないまま終わってしまったことがあって、それがずっと引っかかって、悪く思われたらどうしようって、夜ご飯を食べている時も、布団に入ってからも、ずっとその不安が頭の中にあって、考えていくうちに、全部自分が悪いような気持ちになって、心が休まらなくて、私は、また起こってないことに対して心配になってるなって途中で気づくんですけど、不安をどこかにやっちゃいたくて、体を動かしたり、甘いものを食べたり、本を読んで気を紛らわそうとしたり、いろいろやってみたんですけど、うまくいかなくて、なんか余計に不安が大きくなっているように感じたんです。そんな時、久しぶりに日記に気持ちを書いてみたくなって、不安を書き出してみようと思って書いてみたんです。その中で書いたことを少しシェアさせてください。新しい職場だったり、新しい人との関わりの中で、失敗して失望されるのが怖い気持ちと向き合いたくて、こんなことを書いていました。人のために仕事はある。怒られるためでも、怯えるためでもない。仕事のために働こうとすると、仕事ができる、できないで一喜一憂してしまうし、相手の態度も気になってしまう。まだ働き始めて3日目。仕事量はまだ多くないけど、仕事ができなかったらどう思われるか、不安で考えすぎちゃうことがよくあって、だから頭が疲れてしまう。でも気にしすぎず、わからないことは聞くっていう当たり前だけど、私が苦手なことを意識していきたい。そこからできることを増やして、誰かの役に立てたらいいな。仕事だわーって朝が少し憂鬱な気分で始まったり、朝ごはんを時間を気にしながら食べたり、仕事に迫られるような、早くできるようにならないとって焦る気持ちになっちゃってた気がする。先のことばっか見すぎて、今が置いてけぼりになってた。思い返せば、派遣の仕事をしようと決めたのは、生活の基盤を少し固められるお仕事をしたかったからだった。今はラジオと仕事のバランスがまだ取れていないけど、働く場所と好きなことをする場所って分けられてる。それができるようになっただけで大進歩なんじゃないか。働くことなんてイメージできない時もあったんだから。派遣でうまくいかなかったら終わりじゃなくて、いろんなことを経験して自分に合う場所を見つけられたらいいな。今仕事ができないのは
当たり前。少しずつ。はい。日記はこれでも結構削ったんですけど、だいぶ長くなってしまいました。この時の気持ちをなるべくそのまま残したかったので、いつもは削ってる部分も読んでみました。この日記を書いてみて、何か心の取っかかりが取れたような気がして、日記を書いていて気づいたのが、私は仕事への不安よりも、仕事ができない自分をどう思われるかを怖がってたんだなってことでした。周りからの評価が下がったら、自分の価値まで下がってしまうような気がしていて、だからわからないことを聞くことすら、私の中ではちょっと怖いことになってたんだと思います。でも少し時間を置いて不安感が落ち着いてきた時に思ったのが、そんなすぐできるようになるなんて周りは思ってないんじゃないかなってことで、実際にわからないことを質問したら優しく教えてくれるし、嫌われたらどうしようっていろんなことを想像してたけど、想像してた怖いことは私の頭の中でしか起こってなかったんです。そしていつもは不安な気持ちが湧いてきたとき、その気持ちと真剣に向き合って、なんで不安なんだろう、どうしたら不安じゃなくなるんだろうって何回も頭と心の間でやりとりをしてた気がします。でも、今不安な気持ちになってるんだなって気づくだけでもいいのかもしれないなって思ったんです。不安な気持ちを無理やり消そうとせずに、否定しないで少し横に置いておく。それで少し落ち着いてきた時にノートに書いて気持ちを外に出してみるのもいいなって思います。そのくらいの距離感の方が私には優しいのかもしれないなって思いました。今回も不安な気持ちに気づいて、それをすぐ手放せたわけではなくて、でも今不安になってるなって気づけたときは、少しだけ不安なことを考えない時間ができた気がしたから、だからこれからは不安をなくそうとするっていうよりかは、少しずつ不安な気持ちと距離を置く練習をしていけたらいいなって思ってます。これから仕事をしていく中でも不安になったり考えすぎたり、きっといろんな気持ちを感じていくんだろうなって思います。でもそういう感覚や気持ちを受け取りやすいってことも含めて、自分だよなって自分のことをもう少しそのまま受け入れられたらいいななんて思っています。
こんな感じの一週間を過ごしていたのですが、この間帰りの電車で前回投稿したラジオにコメントが届いていることに気づいて、会社が始まったばかりで結構気を張ってたっていうのもあって、コメントくれたんだ、嬉しいって皆さんのコメントを読みながら安心してしまって、張り詰めていった気持ちが少しほどけていく感じがあったんです。その中で 70% で大丈夫、オール3で大丈夫なんですって言葉をかけてくださった方がいて、私はいつも見てくださっている方からの温かいコメントに励まされていて、新しい気づきをもらったり、助けてもらえることがたくさんあるのですが、その言葉を見たとき、頑張ろうって気合を入れてラジオをやるんじゃなくて、感覚的に心地よいペースでラジオをやってもいいんだって思って、そしてふともっと肩の力を抜いたラジオをやってみるのはどうだろうって思って、今週こんなことがあってとか、今日こんな気持ちになってとか、もっと力を抜いて皆さんと日々の気持ちを話せる場所があってもいいのかもしれないって感じたんです。私のラジオを毎回聞いてくださっている方や、感じたことをコメントしてくださる方もいて、それが毎回本当に嬉しくて、コメントを読むと皆さんの優しさや温かさが伝わってきて、ここで自分の気持ちを話せることが本当にありがたいなって思うんです。仕事を始めたことでラジオを投稿する頻度が減って、皆さんとお話できる機会が減ってしまうのは寂しいなって感じていたので、もう少しゆるく発信するラジオもしてみたいと思って、今回週替わりラジオを始めてみました。気持ちってずっと同じじゃなくて、その日その週によって揺れ動いている感じがあって、その時の自分が感じていることを残せるラジオっていう意味で、週替わりラジオという名前にしてみました。最近思ったことや仕事をしていて感じたこと、今週のモヤモヤ、小さな幸せなど、小さくですが感覚を共有できる場所になったらいいなって思っています。この週替わりラジオは皆さんと一緒に作っていける場所になったら嬉しいなって思っているので、ただここにいてくれるだけで嬉しいですし、今日はちょっと誰かに聞いてほしいなとか、こんなことがあったよって残したい気持ちがあったら、一言でも絵文字だけでも気軽にコメントしてもらえたら嬉しいですし、ちゃんと綺麗な言葉になっていなくて全然大丈夫って場所にしたいなって思っています。そして何かをしながらだったり、夜
寝る前だったり、皆さんの好きなタイミングで楽な気持ちで聞いてもらえたら嬉しいです。ラジオを撮ってアップするまでに少し時差があるかもですが、また次回もゆるーくお話できたら嬉しいです。今週も本当にお疲れ様でした。そして今日もここに来てくださってありがとうございます。明日も皆さんにとって良い一日になりますように。マロでした。